プロジェクトの責任者の斉藤でございます。多くのお客様にご満足いただけると確信しています。皆様お一人お一人の生活を守ると。どうか今後の開発にご期待ください。E ハイゼットカード E アドレの発表会となりました。本日の成功を祈って頑張るぞ皆さんこんにちは。インナーコミュニケーショングループの星川です。まもなく発表会始まっていきます。暮らしに寄り添った商用車にこだわり、環境対応にも挑戦してきた技術とノウハウを生かし、商用車の基本である暮らしを守る働く車をコンセプトに、バッテリー EV の付加価値である3つの優しいをプラスした新商品を開発しました。安心してご購入いただくために、全国の販売会社でも充電器や試乗車の配備といったハード面の準備に加え、販売スタッフにおいても電気、そして充電環境に関する知識を学んでまいりました。日本の商用車のうち約6割は軽商用車になります。この領域で電気自動車の普及が広まれば、カーボンニュートラルに向けて大きな貢献ができるのではないかというふうに考えております。昨日の映画あります。こちらお願いします。開発者取材撮影会を開始させていただきたいと思います。最初からなっていってもう少し中が凸凹になって狭く。そうです。それが私に大発明。はい、それではここから、担当されました河本さんにお話を伺っていきます。なぜ商用化を始められたのか、お話伺えますでしょうか。はい、承知です。まず、商用車はですね、軽自動車が約全体の6割を占めているというところで、そしてお仕事で毎日ですね、使われるというところで、さらにはですね、法人のお客様ある程度限られたエリアの中で、使っていただいているみたいなところですとか、充電環境を整えやすいというところで、まずダイハツとして、商用車から取り組んでいこうというふうに決めて進めてまいりました。ガソリン車のハイゼットと同じような積載性、室内の使い勝手をですね、そのままに電動化をしていきました。はい、まずエンジン音がないということで、深夜とか早朝ですね、周りの住宅環境とか気にせずにスムーズに走っていただけるというところが一つ。あと電気自動車にしたことによって100V のコンセント標準装備していますので、それを使ってお仕事で必要なツールを充電していただくみたいなことも可能です。外部給電アタッチメントというものを標準装備してまして、窓の隙間からですね、コンセントを取り出していただける。でかつ窓とかドアもロックしていただけて、安心して使っていただけるようなものもですね、標準で備えているという形になります。重たい電池を床下に搭載しておりますので、車の重心自体が低くなっております。それによってロールが少なくなったりとか、そういうことで非常に運転しやすい、走行安定性が高くなっております。座席の下に搭載した ESU、いわゆる充電器、さらに駆動用のバッテリーで、リアに搭載した EX
これはモーター、インバーター、減速機を一体化したユニットになっております。1965年から電気自動車の開発をスタートして、これまでさまざまな電動車を開発し、チャレンジしてまいりました。で、今回はこの車はその DNA を受け継いで、本当に商用車として実用に使える車に仕上がっております。かつてはやはり電気自動車というのは距離が短くて使えないというお客様の声が多かったんですけども、今回の車は、皆様に使っていただけるだけの十分な走行距離を、実現しております。日常使い的にはどういうあたりですかね。はい、モード走行で257キロ、実用の配送モードで使っても、100キロ以上ということで、実際に使っても実用上問題がないという車になっております。このシステムを作るにあたっては、トヨタ、スズキ、ダイハツという3社で協力しながら作るということでの各社の考え方の違いというところで苦労したところはございますが、それが逆に楽しいところでもあって、開発はいろいろ切磋琢磨しながら苦労しながら調整しながら3社で決めてきて、開発を成立させてきたというところで、開発は楽しかったということになります。一般的な家庭の使い方、エアコンとかテレビとかホットとか、そういうような一般家庭の消費電力で 1.5 日分の電力が賄えるっていう話ですので、この車の電気がなくなってしまった場合は車は、走れるんでしょうか。はい、走れます。ちゃんとそこも、計算されていてですね、充電をしに戻る分の余力っていうのはちゃんと残した上での 1.5 日っていう計算になっているので、そこは問題ないです。ダイハツ初めての電気自動車ということになりますので、営業スタッフの方々にもしっかり電気の、関わる知識をしっかり身につけていただいた上で、お客様といろいろご商談通していただきたいなという思いで、今回この電動紙というパッチを作成させていただきました。ダイハツ九州はですね、ダイハツの前橋製作所、それからダイハツ車体っていうのがずっと以前ありまして、でその時代からですね、ダイハツの商用車を担って作っていただいてきた、もうまさに軽商用車のプロなんですね。でさらにですね、電気自動車の生産もこれまでやってきた歴史終わりだということです。で加えて乗用車もですねも含めてですね、軽自動車の生産を特化したですね、本当にプロ集団という工場です。それに加えてですね、特装車とかですね、多様な車種をですね、本当に生産してきたノウハウがおありですので、これを生かしてですね、設備投資も抑えていただきながらですね、ダイハツならではの知恵と工夫でが本当に詰まった生産ラインを今回構築していただきましたので、ぜひ取材していただきたいと思います。なるほど、ありがとうございます。では取材の方行かせていただきましょう。私ダイハツメイ。バッテリー EV、 さあどうやって生産しようかな、バラしては組んでバラしては組んで、どうやったらうまく組めるかな、本当にね、構造提案いろんなことをやって検討してきてくれた連中ですので、自信を持って自信にあふれてですね、今日もこのバッテリー EV の生産に携わっております。編成を行う代表者の皆様、正面中央にお進みください。我々ダイハツ九州が一丸となり、最高品質の e カーゴ e アトレイを市場に送り出すことを宣言いたします。皆様、盛大な拍手をお願いします。私にダイハツメイン。それでは本日ダイハツ九州さんの工場の方にやってきました。ダイハツらしい知恵と工夫が詰まっているラインと伺ったんですけども、そのあたり伺えませんでしょうか。はい、我々は複数の車種に対して一つのラインで混流生産の方を行っております。ダンプスローパンにつきましては、一旦こちらの特装車の方に下ろしてから仮装をした上で再度検査の方に流すインライン方式のを取っております。実はウェブ専用といった設備の方は投資せずに
現状ある設備に改造しながら設備の方をミニマムな状態で投資の方を行って生産の方を行っております。ガソリン車と同じラインでも電気自動車も流れているということでよかったでしょうか。はい、そうです。今回eアクセルに搭載につきましても現状のコンベ同等の設備を使いながらその中で改造してeアクセルユニットのを搭載するといった形をとっております。やっぱ部品の取り扱いとは特に高電圧ハーネス等含めてやっぱりその辺が断線してしまうとその後感電とのところが出てくるので、そういったところはちょっと気をつけながらやっております。メインラインではやっぱりどうしても組めないっていったところを、今回この特装車エリアに持ってきて過去組み付けをやってるんですけども、感電したら一発アウトなんで、もうそこの注意っていうのと、高電圧に携わる作業者を含めて、そういった知識はしっかりとちょっと持ってほしいなと思っております。出荷するときに正しいコンピューターがついていますよっていうのを確認する検査となっております。ダイハツ九州の一工場は、トラックであったりカーゴであったりキャンバス、様々な車が流れるんですけど、検査する工程によって検査項目がなるべく変わらないように、その作業者が何か戸惑うということはないように一応清準段階で気を使って考えています。今回、DKC では、初の電気自動車といったところで不安はありましたけども、このベブの車を立ち上げるんだぞという、自分だけの問題じゃなくて全員で問題を解決して、うまくいけたところだと思ってます。部署とか、役職とか関係なく、コミュニケーションが取れやすいのかなと。やっぱりみんなで同じ方向を向く、ほんで同じ問題を抱えて、一人では悩まないということですよね。ですぐ聞くんではなく自分で考えてできるだけやって、それでどうしてもわからない時は先輩に聞いて乗り越えられたかなと思ってます。私にダイハツやっぱり従来のガソリン車と違って、今まで経験なかったことっていうのがかなりありました。例えば車両の検査とか充電の検査もやらなければいけない。でそういったところに対してですね、DKC の皆さんもすごく前向きにやっていただいて、分からないことを連携しながら一体感を持って解決して今世に出せたかなというふうに考えております。いざという時にですね、この車からの電気を取るというところが本当にこの車を皆さん使っていただける、価値ではないかなというふうに思っています。やはり日本は災害がやはり多いということがありますので、私阪神大震災を経験してまして、電気がない時って本当生活するのに大変だなと。冬寒かったですので、そういう時もですね、この車があればですね、本当に皆さんの生活をですね守れる、一例で言いますと人工呼吸器などですねお使いの患者様とか、そういう方のいざという時のバッテリーですね、充電、そちらの方をですねこの車から取っていただくと、命をお助けするというようなことづくり、そういうところを今後広げていきたいなと思っています。皆様お一人お一人の生活を守るというところにこの車焦点を当てて開発させていただきました。ぜひ1台でもですねこの車、お使いいただいて、皆さんの周りのご家族であるとか社会であるとか、死や地球ですね、そこまでをこの車で守りたいというふうに思っておりますので、これ電気自動車ようやくねこうやって立ち上がりました。出発点にまず立ったかなという感じだと思います。同じ気持ちで昨年末から動いてくれてるので結構ワンチームになってきたと思うんで、だからここで、あんまりね気を緩めずにやはりいい商品を出してこそのメーカーなので、商品を軸に経営していかないといけないし、本当にみんなと一緒になってやっていきたいなというふうに思います。頑張りましょう。頑張ろう。